7、竜の秘密。探偵の明智小五郎は3日後に戻ってくると約束した。しかし、探偵は3日後ではなく、次の日にまた来た。不思議なことに、彼は昼間ではなく、夜遅い時間に来た。探偵は家の前まで来て、頭を上げた。そして、乾いた咳をした。彼が咳をするとすぐに、3階にある一つの部屋の電気がついた。2分か3分経った後、家の裏のドアが開いて、黒い影が探偵の顔を見た。彼はその黒い影の後ろについて、家に入った。探偵は、この黒い影と一緒に、そっと3階まで上がった。この黒い影は震えているように見えた。3階に着くと、この探偵は、どこからか、鍵を取り出し、部屋のドアを簡単に開けた。探偵は黒い影を部屋の中に入れると、自分も部屋に入った。そっとドアを閉め、電気をつけた。この部屋には、厚いカーテンがかかっていたため、外の人からは、電気の光が見えなかった。その光の中で、黒い影はまだ震えていた。その黒い影は、メイドの花江だった。探偵は、部屋の中で最も大きくて、綺麗なソファーを見つけると、自分の家にいるような感じで座った。そして、笑いながら、花江に、あなたも座ってください。と、言った。花江はまだ震えていて、緊張しているように見えた。探偵は彼女を見て、今日のこの状況は、おとといの夜、あなたがあの春尾という男を連れてきた時と同じですね。と、聞いた。花江は頭を下げ、何も話さなかった。探偵は、さらに質問を続けた。でも、おとといの夜、あなたは、この3階には来ませんでしたね。春尾は、この家の主人の部屋へ一緒に入って、彼が首に下げている、小さな宝物を盗んでくるよう、あなたに頼んだのです。そうでしょ？この仕事を終えたら、何をあげると約束されましたか？ダイヤモンドでしょ？でも、一つだけわからないことがあります。準備した昏睡薬を使わなかったのはどうしてですか？怖かったんですか？花江は何も話さなかった。探偵は笑って言った。ははは。花江と春尾。あなたの名前は花、彼の名前は春。二人は恋人で、名前も関係があるんだね。さすがだ。あなたの恋人は、今日は来ないんですか？花江は探偵の前に立ち、頭を下げ、いつも赤い顔がさらに赤くなった。探偵は、この家に来る前は、自分の考えが正しいかどうか、まだわからなかったが、花江の顔を見て、自分の考えが正しかったとわかった。最後に探偵は時計を見て、じゃあ、仕事を始めよう。と、言った。彼はソファーから立つと、赤い布で覆われた銅像の前に立ち、それを取った。そして、持っていたカバンから小さな袋を取り出した。その小さな袋から、さらに小さなものを取り出した。それは、小さな竜で、良太が首に下げていた、小さな金色の竜の形によく似ていた。しかし、この小さな竜は金ではなく、鉄で作られていた。あの日、探偵が手を洗うために、小さな金色の竜を洗面所に持って行ったとき、彼は、小さな金色の竜を、石鹸の上から押して、小さな金色の竜の型を作ったのだ。そして、その型を使って、小さな鉄の竜を作った。探偵は、その小さな鉄の竜の頭を、大きな銅像の右耳の小さな穴にゆっくり刺して、ゆっくり回した。彼は緊張して、銅像を見たが、銅像は全然動かず、何も起きなかった。彼は、とても残念に思った。
彼は何かを考えているような顔をして、部屋を歩き回った。銅像をもう一回よく見てみた。そして、銅像の右耳の後ろに、さらに小さな穴が開いていることに気がついた。次はこの小さな穴に、小さな鉄の竜の頭を刺し、何回か強く回してみた。突然、銅像の頭が動き、ゆっくりと後ろに倒れた。探偵の横に立っていた花江は、驚いて、声が出なかった。二人は、銅像の頭と首の真ん中に小さな箱が見えた。長い間の秘密がこの小さな箱に隠されているようだ。